危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。はい、こんにちは。今回は、アメリカ不動産購入のポイント、家の検査いきます。はい。はい。セクションですね。はい。肝って言ったやつですね。この間。そうですね。はい。誰からいきます？じゃあ私いきます。はい。まずインスペクターっていう、インスペクターっていうその専門の方を買い手さんが雇います。で、大体オファーを入れてから10日間から14日間というふうにこの間までのシリーズの中でお話ししたけれども、その中でなのでエスクロ入ったよっていうと一番最初にすることがインスペクターに電話をして来てくださいっていうふうに、いうことです。で、買い手さんがこの方に関しては払います。で、どんな検査をするかっていうと、壁にひびが入っていないかとか、水漏れをしてないかとか、その過去に反対に水が漏れた跡がないかとか、あとは、アプライアンス、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫とか食洗機とか、ディスポーザーとかウォーターヒーターとか、もう家の中にある、電気製品などがちゃんと全部動いているかの検査をしてくれて、で、あとエアコンがあった場合にはそのエアコンの温度がちゃんと冷えた温度が何度で出てるかとか、戸建てだったら屋根がどんな状態にあるかで、家の下に潜れる場合はそこがどうなってるかとか、天井裏ももし入れる場合はそこがどうになってるかとか、電気の配線が正しいかとか、あと、お湯と水の出方はちゃんとしてるかとかって、そういう細かいところを全部検査してくれます。で、その他にシロアリ検査っていうのがあって、ハワイは結構シロアリが多いので、これはコントラクトの中にも入ってるんだけれども、木材、その家のを食べてしまうシロアリと、あとそれから家の下、戸建てなんかの場合は土の上に家が建ってるので、その土の中にグランドターマイトっていうんだけれども、そのシロアリがいないかどうかっていう検査をしてもらいます。で、これは、売り手さんが払います。で、もしシロアリが見つかった場合には、売り手さんがその駆除まで全部支払います。家にテントをしたりとか、スポットトリートメントをしたりとかっていうのを、売り手さんが払います。で、希望があると、プールの検査、プールが漏れてないかとか、あと何年間ぐらい、使用できるかとか、あとそれから庭にあるスプリンクラーシステムのその検査とか、あと、ハワイは結構モイスチャーって湿気があったりするんで、カビの検査っていうのもあります。でもこれは必ずしなきゃいけないものじゃなくて、買い手さんが希望すればやることで、買い手さんが払っていきます。で、ありがちなのが電気の配線が間違ってるって言われるんですよく。で、レポートすごいこんな分厚くプリントアウトした時にはすごい分厚いものになってしまうんだけれども、この電気の配線間違ってるって言われるのは、建築当時っていうのは全然それで OK だったのが、今建築法がどんどん毎年変わっていくことによって、今は昔は良かったけども今はこれ危ないよねっていうことが多分出てきてるんじゃないかなと思います。で、あとはキッチンとかバスルームの配管からの水漏れで、これは経験談なんですけど、昔クライアントさんがハワイって山が多いので、山肌に立ってるお家って景色がすごくいいじゃないですか。で、そのお家を欲しくって、検査を入れた時にキッチンの下のところでモイスチャーってちょっと湿気があるよって言われて、でそれをもっと深く検査をしたら、そのシンクの下の管が漏れていたんではなくって、山肌の上から自然なお水がどんどん出てきているのが家に浸透して、で、家の中に、キッチン、たまたまそれがキッチンだったんだけれども、壁が、湿気てるよっていうのが分かったんで、ちょっとそれはもう自然なことだったので、もうそれは修理できないっていうことで、その購入はキャンセルしました。なるほど。あと、コンドミニアムでよくあるのが、洗濯機乾燥機ってあるんだけど、乾燥機からダクトがこう出てて、空気がこうガーって壁の外に行くところが外れちゃってたりとか、あと破けちゃってたりとかで、これ普段生活してる人は見えないじゃないですか、マシンの後ろにあることだからだから住んでたからってそれを分かってるっていう人がもうほとんどいなくて、で
直すのももちろんこんなアルミのダクトだけなんで全然費用かからないんだけども、そういう目に普段見えないものを見つけてくれるっていうんで、このインスペクターっていうのは非常に大切な存在です。なるほど。大体こっちも同じぐらいすごい今マミさんがね詳細言ってくれたんですけれども、ホームインスペクションは本当そういうディテールをやってくれるから、インスペクターによっては結構大雑把な人ときっちりやる人がいろいろいるから、私も何人かなるべく自分が好きな人から順番にアポイント取るようにしてるんですけれども、これちょっとスクリーンをシェアできるかしら。これ今スクリーンシェアできてる？見てます。これね、マストで取る書類じゃないんですけども、バイヤーさんのインスペクションエレクションズって言って、インスペクションっていうのはこれぐらいの種類があって、こういうものを全部やる、チャンスはありますよっていうことで、ご紹介するときに、全部網羅しているインスペクションのいろんな種類をご紹介したりするんですね。で、一番のジェネラルホームインスペクションっていうのが本当にみんなが大体一般的にやるインスペクションと呼ばれるもので、ウッドデストロイペストっていうのがさっきマミさんも言ってた、ターマイトですね。カリフォルニアもターマイトが多いので、この2つは大体必ずやります。で、その後がチムニー、エレクトリカル、ヒーティング、エアコンディションとか、あとレッドペースト、レッドペイント。これは鉛を含んだペイントがあるかどうかの調査みたいですけど、こういうのやったことないんですけど、あとずっと行くとプールとかルーフとかスウェアですね、下水ですね。で、この中でよく見かけるのは、ジェネラルインスペクションとウッドペーストというターマイト、この2つ以外には、例えば下水ですね、プラミングと、スエアって下水と浄水の両方やるケースと、あとチムニーって暖炉ですね、暖炉があるときはそれの中をカメラで見てクラックがいってないかとかで行ってたら修理をするみたいなインスペクションをやってくれるんですけどね、チムニーをやることもありますね。それ以外は、たまにルーフをやる人もいて、大きなプールがある家だったらたまにプールをやることもあるという、そんな感じでやってます。で、ちょっとシェアを戻すと、で、大体マミさんが細かい詳細を解説してくれましたけれども、例えば私の中のちょっとっていうインスペクションの例で言うと、ターマイトは例えば自分がセラーさんのリプレゼントするときも、なるべくもう先にターマイト検査やりましょうって言って、先にターマイト検査をセラーの方でやることがお勧めすることが多いです。なぜかというと、結構インスペクションで結構コンディションのいいお家だったら、そんなに細かい何百ドルとかの修理費が出てくるぐらいなんですけど、ターマイトで、ポールとか木造の屋根の一部とかですね、構造が何かやられているときに結構ターマイトの修理費っていうのが大きい金額で出てくるんですね。そうすると例えば売り出し価格をいくらに設定して、せっかくネゴーショをバイヤーさん側ともやって安くで、ネゴーショしたりとか高くでやったりとかしても、そこで何万ドルとかですね、あんまり何万ドルっていうか、1万ドル単位とか5000ドル6000ドル1万ドルぐらいでもしターマイトの修繕費が出てきたら、結構大きい金額でそこで変わってくるので、先にですねセラー側も知っといて、最初からもうこのぐらいあるけどここまでぐらいしか出せないよとか、そういうことも心づもりもできますので、そういう準備をしたりするときに使います。で、あとマミさんのハワイの方はターマイトの修理費は、セラーの負担だっていうことですよね今。でカリフォルニアも10年ぐらい前はセラー負担でやるっていうのがだいたい小習慣上、法律ではなくて小習慣上もう、そういうことにしてたんですけれども、6年ほど前に、いやそれはもう最終的なリペアリクエストっていうものに含めて交渉しましょうっていうことになったので、マストでセラーが費用負担する必要はなくなったんですね。ただし大体においてはそういう背景があるので、ターマイトの修繕費はセラーが持つ方がいいよねとか、その辺の大体、感覚で皆さん交渉する材料にはしているので、ターマイトはだいたい
いくらぐらいかっていうのはセラーさんが知っといて心づもりして交渉するっていうふうにしてます。であとチームに修繕費は交渉です。だけどターマイトの検査費とそれからその駆除費はセラー負担。駆除費っていうのはフューミゲーションのこと？フューミゲーションだったりテントかけたりとか、あとそのスポットトリートメントだったりっていう、それはなるほどね。そのうちの方はその駆除費っていうフューミゲーションという駆除費とリペア、例えばウッドがやられてたら木造部分のリペアとか全部ひっくるめての金額として最初はセラー負担が交渉になったんですよね、こっちは。そんな感じですね。あと、そうですね。あとはあともう一個そのターマイトに関しては集合住宅はだいたいホームオーナーズアソシエーションっていう HOA がストラクチャー部分構造部分は管理メンテナンスをやってくれるので、あんまりセラーさんは、バルコニーとか屋根とかのターマイトの修繕っていうのは気にしなくてもいいのが一般的なんですね。ただたまにですねHOA ホームオーナーズアソシエーションがその修理の調査はするけれども、費用は自分で負担してくださいよオーナーさんっていうふうにしている時がありまして、でちょっと私の失敗例で言うと最初にそれがあんまりセラーさんの立場の時に調べてなかったので、ターマイト検査した結果、HOA の方の書類を見た時にそれはセラー負担だってことになって結構大きな修繕費用をセラーさんが負担しなくちゃいけなくなってちょっと後でびっくりしたっていうことがあったので、セラーでもバイヤーでもどちらの立場でも、集合住宅のホームオーナーズアソシエーションが構造のところを、ちゃんとメンテナンスを本当にしてくれるのかっていうのもちょっとねチェックした方がいいかなっていう項目だなというふうに思います。範囲は、ちょっと違うなと思ったのが、まず家に地下があることが多いことなので、家の検査で、一番滑りやすいのが、構造上の問題、つまり地下の壁部分が、こう曲がってきて家に伸縮してきたりとかってなると、ここに鉄柱とかカーボンファイバーの柱を入れるんだけれども、それがかなりのこう修理費用になって、大抵$5,000から$15,000ぐらい、もうちょっとする時もあるんですけれども、そこが売り手と買い手と交渉がつかなくて、結局契約解消になってしまうということがあります。でただ契約解消になっても、基本的に売り手さんとしてはこの1回目の買い手さんで出てきた家の、検査上の問題って本来はもう1回売り出しに出るときに、開示しなければならない。なので通常の場合は家の基礎の問題は結局は、売り手さんが対応しなければならないので、よっぽど本当にそういう修理するお金がないよっていう場合だったとしても、今度売り値を下げることは可能なので、うまく買い手と売り手のエージェントがこう気を合わせれば、なんとか、じゃあこういうふうにこう間を取ってやっていこうかみたいなのが本来であれば交渉がつくはずです。でもそれがうまくいかないと、途中契約が解消になってしまうっていうのは家の検査の、修理の交渉の時点が一番多いので、これが終わると8割方クロージングまで近づいたねっていう言い方をします。で、さっき先週の前回の話で言ったんですけど、35の内覧があって15のオファーが来たやっていうそういう物件になると、もう値段だけいくら釣り上げても今度キャッシュで購入でない限り、査定がつかない。つまり、本来だったら$24万で売りに出てる物件が$27万のオファーが来たとしても、銀行からの査定が$27万つかなかったら結局、24万までしかローンがつきません。じゃあその残りの$4万をどうするんですかっていう再交渉になってしまうので、こういう時に強いのって査定がつかなかったとしてもその差額は自分たちがキャッシュで持っていかれるんですよっていうことを主張してもらうか、もしくはもう一つの方法として、リクエストレメディって言って家の検査で見つかった構造上の問題っていうのは、本来であれば直してくださいっていう、交渉の合意があってやっと次に進むこの条件を破棄しちゃうっていう方法があります。家の検査はするけれども、修理の依頼はしないよって言って、
でそういうものが選ばれて契約に入っていくんですけど、でも私が売り手さんを、仲介している場合はこれしても基本的には何か構造上の問題があったらばじゃあもうその構造上の問題で契約破棄をするよって言ったら、売り手は必ず交渉に応じてくれるから心配しないでいいし、交渉に応じてくれなかったら次の家を探そうよっていう言い方をします。なぜならばさっき言ったように家の検査で見つかった、ものっていうのはもう一回売りに出すときに開示しなければならないっていう決まりになっているからです。これはどの州も一緒っぽいよね。一つちょっとね前の続きだから前提として話してなかったんですけども、基本的に日本の契約っていうのはやっぱり貸担保保証みたいな感じで、もう何か問題が起こった時に契約した後、セラーさん売り主さんが何か問題は、保証して直してあげましょうっていう風な、やっぱり売り主さんが最終的に家のコンディションに関しての何か責任を持つっていう立場にいると思うんですけども、アメリカっていうのは多分どこの州も売り主さんの義務はディスクローズして、こういう状態ですよっていう風に開示をする義務があって、で買い主さんが自分の費用で自分の納得いくまでどのインスペクションのどのインスペクターを雇ってもいいですよと。その代わり費用負担は自分でやる。その代わりそこで納得がいかないときはコンテンジェンシーっていうピリオドの期間とか契約を終了するまでの間に売り主さん側に私はこのコンディションには不満があるから10万円というか1000ドル引いてくださいとか、あるいは直してください、あるいは直すお金をその代わりクレジットとして戻してくださいっていう交渉をして、そこで納得した場合はもうすでにバイヤーさんは調べましたね、交渉して、コンディションに納得しましたよねということで、セラーさん側の責任をもうとりあえず一旦終了したっていうことになるという、そういう立ち位置の違いがすごい大きい違いじゃないかなと思いますね、アメリカの場合は。確かに鍵を渡してしまったら、だからね、ごめんなさい。鍵を渡してしまったらもうそこで自分は鍵を渡してお金をもらったらもう私は関係ありませんっていう風になっちゃうから。でそこで結局裁判にそれでも後からなるケースは裁判の国ですからアメリカはあるんですけれども、でもそれは大体がディスクロージャー違反、もうセラーさんが私はもう説明したでしょと、知ってることは全部言いましたよと、それでも買った人が雨漏りこんなに起こるなんて、もうすごい価値のある家を買わされたって言って怒って裁判を起こすんですけれども、その時に結局裁判を起こす時に何をピンポイントで起こしてくるかと言ったら、もう開示してることは訴えられないので、じゃあ開示をしなかった違反だよっていうことを訴えてくるので、なのでディスクロージャーの書類っていうのは非常に大事で、売り主さんご自身が書いて、こういう言わなくてもいいかなっていうこともなるべくもう書いておくと。そうすると言ったよということで責任がそこで訴訟の時にも戻ってこないということになるというわけですね。アメリカって嘘を言ったっていうことに対しての罪が重いというかね。なので最初からこういうことがありましたよっていうことに関してはディスクローズさえしていれば問題がない。そうですね。はい。いかがでしたでしょうか。もし番組の内容気に入っていただけたらいいねとかコメントとかいただけたら嬉しいです。はい。また次回続けてアメリカ不動産の購入のポイントを話していきますけれども、もし何か質問とかあったらお寄せください。さようなら。お願いします。さようなら。